前回に引き続きまして伝統調律の尺八についてお話ししたいと思います。邦楽ジャーナルの、2020年今年の4月号ですね。こちらにまた引き続きまして記事を、書かせていただきました。こちらですね。伝統調律と尺八三本会ということで、ちょっと具体例を挙げながら、説明したいと思います。この邦楽ジャーナルの編集長田中さんと、電話で話した時に、三本会の尺八というのは、それぞれ皆さん非常に特性がある、個性的といいますかね、個性的な音がします。ところが現在の尺八吹きの皆さんはですね、隣の部屋で聞いていると誰が吹いてるかわからないと、こういう言い方はよく皆さんしまして、全くその通りで、これ反論できる人いないと思いますよ。よほど下手な人なら分かりますけどね。でですね、なぜだと、それで考えてみまして、で私は青木玲坊先生の若い頃にですね弟子でした。でお習いしておりまして、また山本邦山先生の、CD は、私のレーベルから3枚出しておりまして、またある企画の録音をやっておりまして、邦山先生の録音は私60回以上はやってますんで、多分最多だと思いますけど、また横山克也先生の、本曲のレッスンビデオがありますけど、16曲ありますが、あれは私が、企画制作したものです。それでですからよく存じ上げておるんですけど、青木玲坊先生と山本邦山先生は本当に明らかに、伝統調律の尺八を吹いておられました。ところがですね、横山克也先生は、ビデオの中でもおっしゃってますが、西洋音階の尺八なんです。だからちょっとね、本曲だから本来は伝統調律かなって思うんですけど、なぜか、西洋尺八で吹いておられました。またですね、山口五郎先生なんかも、元内弟子の方にお聞きしたんで確実だと思いますが、地なしに近い、伝統調律で吹いておられたようです。それぞれだから非常になんて言いますかね、音色が違うんですね。それは一本一本が違う尺八に作られているからなんです。でところがですね、そうであるにもかかわらず、その弟子たちというか、私とか、もうちょっと上の年代の方々からですね、皆さん実はですね、もう西洋尺八で習ってたんですよ。だから先生と習っている、弟子がですね、違う尺八でやってたという不思議な現象ですね。横山先生のところは同じですけど。ではですね、実例を見ていきたいと思います。私以前、東京国際尺八サミット2002、これの主催者の一人だったんですけど、その時ビデオを撮っておりまして、その中から青木先生の、欧州さじと、それから山本邦山先生の竹の群像、これアップしてあります。下にリンク貼っておきますんで、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、まずですね、邦山先生の竹の群像の、1分8秒のあたりから、邦山先生のソロが始まりまして、そこから1分34秒あたりから、歯の半音、4個をちょっと開けるやつですね。歯の半音が何度も出てきます。
西洋尺八ですと4個をちょっと開けるんです。これはちょっと音がへこみますよね。小さくなっちゃう。それでところが宝山先生はいわゆるイの音で、イっていうのはウイスキーのイですね。イの音を連発しております。これはですね伝統調律ですと地の運指から1個を押さえれば1個を押さえれば簡単に半音上がります。むしろ楽器によっては上がりすぎて抑えるぐらいだから無理がないんですね。いい音で出ます。それからですね今度は青木先生の欧州さじの方ですけど3分14秒あたりからですね地のメリウチウチウって書いてあるんですけど地のメリウを連続した特徴的な本曲の手なんですけどね、これはやっぱり伝統調律ならではなんですよ。西洋音階の尺八ですとちょっといろいろかざしたり無理をしてその音程を出すという、これまた音色が違います。特にですね穴が大きく12ミリぐらいになるともうダメですね。11ミリ以下の穴ですとまだなんとか再現できるんですけど、それからまた同じように、5分57秒あたりのウの3、これは登山でいうさっきのウイスキーのウィですね、イの音が出ますけど、もちろん勝ったりはしておりません。で私かつて欧州サジ、憧れの曲ですから、教えていただいたんですけど、どうもうまくいかないんですね。それは違う尺八で習ってたからなんか違うんですよね。同じような手ではいかないです。いやそれで最近はですね地なし管を吹くようになりまして、やはり地なしでやるとなるほどということなんです。で今結局ですね伝統調律の尺八の音色の特徴というのはですねさっきの管の地とかリとかハとかその辺の音が若干高めにいくんですよね。だから抑えて吹けるんです。そこでむしろぴったり合ってると同じ角度でちょっと強く吹かないといけないのでなんかちょっと無理した音になってしまうんですね。でこれ私こういう録音などのいろんな録音の仕事とか始めてですね割と初期の頃に、宝山先生の録音したことがあるんですけどなんかの演奏会かなんかですねそれでそろそろ高い音が来るなってところでこれメーター振り切れんじゃないかとか心配したもんなんですけど、全くそんなことはなく抑えられたもう滑らかな音色でもう演奏されました。でさすがと思ったのはよく覚えております。で現在ですね作られている尺八はやっぱりこの前回も申しましたようにほとんどが西洋尺八ですね。これはピッチも正確であると、音量も出る、あとですねなぜかやたら倍音が乗ってるんです。ビービー言うんですね。うるさいと思いません？私こんなの尺八の音じゃないと思ってますけど、ビーンなんかねおつのろなんかひどいもんですけどビーンとにかくビーンって言わせたいの。青木先生ねビンビン言ってないですよ。おつのろでかく出しますけどねそんな嫌な音では吹いてませんのでね。そんなことでですねいつの間にかこれはポイントなんですけどね何の議論もなくいつの間にか伝統調律をやめて西洋尺八に切り替わってしまったんですよ。不思議ですよね。明らかに違う楽器になっているのに教えてる先生方も言わないんですよ。なんか流れみたいな感じで西洋音階に合ってた方がいいんじゃないのみたいな
感じになってしまったんですよ。それで今のこのなんか変な音の尺八がはびこると、どうしたことだろうということなんですね。そういうことについては、ちょっとまたですね、私いろいろ何十年といいますか見てまいりましたので、また少しまとめてお話できたら、いいなと思います。